がら元ブログはダメね。苦しいわ。はい、ということでしょっぱなバイクだ。何のバイクだ。よいしょよいしょ。でもこれ耳にかけてんのも嫌だな。はい、そうです。よいしょよいしょ。耳に引っかかって取れない。よいしょ。そしたら耳が折り曲がった。待って。反対の耳どうしよう。合うね。これでいいや。見てみ。プラプラ。僕も右車線入ろう。右車線は追い越し車線でございますので、追い越したら左に戻りましょう。なんかこの道路さ、待って、違う。この道路、高速道路の横走ってて、一通でみんな速い高速道路見てっていう話をね、するんじゃなくて、今日の目的地は言ったから、そう、川崎プラザってじゃあ何っていうと、バイク屋さんになります。なので今日はバイクをね、見に行こうっていうツーリングでございますよ。で、何のバイクを見に行くかっていうと、川崎のオフロードバイクである KLX230 黒色バージョンが中古かな 1000 キロぐらい走ってるやつが入庫されてたので、ちょっとそれを見に行こうかなって思ってます。なんでね、バイクを見に行くかっていうと、XCZ125 は高速道路に乗れないんですよね。やっぱ遠くにお出かけした時とかさ、全然下道でいいんだけど、夏の市街地はマジで本当に地獄だからさ、もう本当にしんどいっていうレベルでさ、暑いから、去年の夏とかモトブログ中に熱中症になってモトブログ撮影中断とかしてるレベルだから。でね、走ってる分には風がめっちゃ涼しいからね、大丈夫なんだけど、飛ばりたくないのよ。ってなるとやっぱり高速道路でね、ずっと走ってたいわけですよ。別に飛ばすとかじゃなくてさ、信号がない状態っていうのがね、すごい体に優しい。で、しかも遠いところに行けるでしょ。片道2時間を超えると、間の休憩とかさ、その他もろもろで往復6時間ぐらいかかるのよ。片道2時間のところだよ。だからちょっとでも時間減らせるっていうのはだいぶ楽かなって思うので、あと、モトブログの撮影のために高速道路使うんだったら、ぜひできるんです。ぜひゼロなんてね。で、今回行くのが東京の足立区っていうことでさ、まだ緊急事態宣言真っ只中で、埼玉から東京に越えちゃうっていうのは、あまりよろしくないなとは思ってるんだけど、カーテン中古車だからね、ほら、新車だったらさ、どこも似たような価格で、いろんなところにあるからさ、別に急ぐ必要ないんだけど、中古車はそのバイクが売れちゃったらさ、もう手に入らないからさ、不要不急ではないかなって思う。クラスメートにも気になってるバイクを見つけたけど、売れちゃって悲しみとか言ってる人がいるからね。なので今回はちょっとね、緊急事態宣言中ではあるものの、不要不急ではないと思うので、川崎プラザへお伺いたいと思っております。当然でも緊急事態宣言中ではあるので、東京都に入ったらもう直行直帰というか、川崎プラザ以外には一切目もくれず、コンビニとかにも行かない。だったら大丈夫かなと、バイクだからね、思ってます。なんで右車線そんな混んでるの？大丈夫？私まっすぐ、しばらくまっすぐでいいんだよね。そう、KLX230 買う理由の入れて、楽しみ。そう、KLX230 っていうさ、高速乗れるバイクを買う理由の一つが、125cc だと高速に間違えて入っちゃった時に、間違えて入ったことないんですね。困っちゃうっていうのと、あと小型に走行禁止のところが多々あるのよね。それが困っちゃう。でもね、今日は見に行くだけだから、買わないよ。見に行くだけ。で、見に行って、ほら、オフ車ってさ、物によって足つき性が全然違うからさ、高尾身長175とか6ぐらいなんだけど、XCZ 見て、両足ベタベタなんでね。XCZ はね、岸の方に比べるとめっちゃ足つき性はね、いいと思うのよ。KLX230 とか他のオフロードバイクの足つき性って、車種によって違うから、実際にまたがってみないとどうなのかなっていうのがわからないし、あとは重さだよね。車両重量をすごい関わってにしてて、重たいバイクには乗りたくない。XCZ125 はね、110キロぐらいしかないの。めっちゃ軽い方なのね。大体普通のネイキッドとかだと160とかその辺で、スーパースポーツとかなら180とかかな。小型バイクになるともう200とか普通にあるんだけど、高尾ヤマハの FJR1300 っていう大型バイク乗ってたんだけど、それはバイクの中でも重たい方に入るバイクで300キロあったんですよ。300キロ。もうね、乗ったまま色に下がるとか絶対できないし、コンビニに止めるのも億劫なぐらい。走ってる最中はすごいいいんだけど、取り回しになった途端もうしんどい。やっぱ軽いバイクがいいってことになり、KLX230 はXCZ に比べると10キロ20キロ重たいんだけどね、確か121とかその辺の重量だった気がする。でもそれぐらいだったら大丈夫かなって思って、足つき性をしっかり今日は確認して、大丈夫そうであれば一旦家に帰って金額の確認とかどうやって払っていくかとか、一括で払っちゃうのか分割にするのかとか、いろいろ家に帰ってシミュレーションをしてね、一回心を落ち着かせてから契約しようと思ってるので、今日は見に行くだけですよ。ここってまだ埼玉だよ。そういえば皆さん、夏休みいつまでですか？他はね、9月1、2、3ぐらいまで休みだった気がするんだよね。まだまだ1週間とちょいね、夏休みがあるので楽しんでいるわけでございますが、高尾くん、未だに宿題一切やってない。あれですよ、夏休み最終日3日前ぐらいから宿題に手をつけ始めるタイプです。みんなもそうでしょ？高尾と同じタイプの人はコメント欄に同じですって書いてね、ギリギリまで貯めるタイプですって書いてね。夏休み入って1週間ぐらいで宿題全部終わらせるような人は、高尾とはお友達になりません。夏休みの宿題マジでそろそろやらないとな。期末試験がなくなった代わりに夏休みの宿題になりまして、課題がね増えたっていうね。でしかも書き取りが多いのよ。教科書丸写し、ただただめんどくさいのが残ってるんだよね。ほんとこんなさ、おバイクしてる時間あったら宿題やりなさいっていうね、そういう感じなんだけど、どうやったら夏休み入ってすぐ宿題取り掛かれるようになりますか？教えてください。ぜひ日々どうやったら夏休み入ってすぐ宿題できる？すみません、よくわかりません。どうでもいいけど、どうでもはよくないけど、足立区って埼玉県の隣なのもしかして。まだだってこれ埼玉だよね。ね、13分で着いちゃうんだけど、まだ福岡市だもんね。足立区って埼玉のすぐ隣なんやな。知らんかったわ。高尾ね、よく言われるんだけど、世間知らずなんですよ。地理もそうだし、世の中の常識とかもあんまよく知らないし、もうちょっとそういう常識
識的なところを勉強と一般常識を勉強するべきだと。まあ勉強する暇があったらバイクでどっか出かけちゃうんですけど、何学校に危ねえよ。もう今のちょっと危なかったんですけどねえ、高尾じゃなかったら事故ってたよなんて言ってみる。それてるよね、大丈夫だよね。あ、ちなみに今日はぼっちツーリングでございます。話まあね、どっか観光スポット行くわけじゃなくて、ただバイクを見に行くだけのやつだからね。まあちょっとなんか誰かを誘うっていう気にもならなく一人で撮っているわけです。そういえばさ、前回さ2人出てきたじゃん、高尾のツーリングメンバー。全然あの2人に喋ってもらってないなって思って編集しながら思って、自己紹介とかしてもらおうかなとか言ってたんだけど、そういうの一切してなかったなって。いやー、やっぱ最近思ったよ。最近じゃないけどいつも思ってるけど実践できてないの。ちゃんと企画を練る。もう行き当たりばったりすぎるんだよ。それが高尾のね元ブログのいいところでもあるんだけれども、せっかく友達が元ブログに出演してくれてるのに、そこら辺打ち合わせ一切せず道を間違えたところでちょっと映しちゃったよみたいな意味のわからない発想力の方をさせるっていうね、なんていう企画性のないね元ブログなのかなって自分でね家に帰って編集してて思ったわけです。はてもうちょっとな今度出演してもらうときはやろうかなって思ってますね。これもう東京まだ東京どこもう着いちゃうんだけど、実は東京とかよくない？これ右バイク乗りあるある、バイク乗りの呼吸10の方日照回避。僕鬼なんで日に当たると死んじゃうんですよ。だから信号待ちするとき日陰があるとそこで停車する。後ろに車が来たらちゃんと詰めるけど、それまでは日陰にさせて。なんかもうちょっと東京っぽいけど、埼玉生駒町前沼って埼玉東京亀有って東京じゃない？東京これ。あ、電話番号が03になってるから東京だ。東京に入りましたよ皆さん。いつ東京に入ったのか分かりませんよ。東京に入った、東京入った、イエーイとかってやろうと思ってたのにさ、いつ東京に入ったのか分からないとかやめてもろっていい？もうちょっと分かりやすく看板をさ、こうドドン東京都みたいな感じでちゃんと掲げて。でもなんかね、東京に入ると、あ、東京に入ったなって感じが分かる。なんだろう、街並みが全部こう溜まります。あ、バイクの呼吸が使えない。日光で消滅しちゃう。あと4分で着いちゃうよ。なんかほとんど東京入ってねえな。東京滞在時間30分ぐらいになったんだよ。あー、でも楽しみだな、系列と230。どんな感じかな、重たいのかな。出ていいといいんだけどな。これ向かって右に曲がります。3車線ね。僕も右に曲がる。警察の真後ろじゃないですか。もう足立区ポリスですよ。いや、怖い。高尾何も悪いことしてませんよ。右だ。あ、赤信号大丈夫。コンビニ入るぞ。警察も生き物ですからね。コンビニぐらい入りますよね。あとコンビニ巡回中。あ、またされた。あ、これだ川崎プラザ。これだ到着。ここ入りたいと思います。ということで到着。止めちゃっていい？止めちゃっていい？ということでとりあえず到着しましたので、ここ止めちゃっていいかな。ということでここまでにしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。